自分は大丈夫だと思っていない。バイクの意外すぎる無自覚な一発違反5000。合図振り子違反に問われるということで、よく捕まるパターンですね。でもめちゃくちゃよくあるパターンやな。入ったらダメなとこ入っちゃうっていうパターンですよね。見逃してしまったらもうアウトですよっていう感じですね。そうややこしいんで、そういうところはね気をつけて見てないと実は違反だったりするパターンがあるということでございますね。自分は大丈夫だと思っていない。バイクの意外すぎる無自覚な一発違反5000。本日はねこちらのタイトルで、ちょっと取り上げていきたいと思います。まあいろいろあるじゃないですか、違反にも。ただね今回、激しい違反ではなく、この無自覚で起こってしまう、まあなんかよくあるマナーみたいな感じだと思ってたら、それは実はアウトやったりとか、おーめっちゃ怖いパターンやん。とか、まあ、125cc とかね、そういう排気量によっての、まあ、落とし穴みたいなやつだったりとか、まあ、ライダーならね絶対に知っておくべき項目を、まとめてみました。この動画が終わる頃にはあなたの運転常識が変わるかもしれませんということで、早速ね取り上げていきたいと思うんですけど、今回5000となっております。はい、まず1つ目、サンキューハザードと合図振り子、こちらでございます。まあ、サンキューハザードってみんなやるじゃないですか、結構。まあ、うちのバイクついてないけどね、ハザード。確かにバイクでやるやつあんま見たことないわバイクはまあ手を上げたら相手に伝わりやすいということもあって、まあ、手を上げる方が早い。そうやんね、お辞儀するもんな。俺も R7 にはハザードがついてるんですけど、まあ、最近までねボタンの位置分かってなかったですね俺使うことないから。2日ぐらい前にさ、このバイクハザードついててんけどって言ってたな。そうどこについてるかすら忘れるレベルの使わなさ、で、まあ、パッとハンドル見た時になんか三角のマークあると思って、なんかハザードついてんねんけどと思いながら、見つけたんですけど、最近普段乗ってる 250cc のバイク、うちのもやし、ゆうくんのもやし、ついてないもんな、ハザードが。そうですね、まあ、新しいやつついてるかな、まあ、大型はついてるかと思うんですけど、まあ、ちょっと古いやつはないですね。まあ、車ですね、これは。バイクはもう手上げた方が早いんで、まあ、あんまり出す人もいないというサンキューハザードなんですけど、道を譲ってもらった時とかに、なんかこう感謝の意でこうハザードを焚くみたいなやつとか、またバイバイみたいなのでハザード焚くみたいな感じのこう挨拶ハザードみたいなやつがあるじゃないですか。これ実はですね、道路交通法上ハザードのこの使用するタイミングっていうのが、夜間に幅 5.5 メートル以上の道路に停車している時や通学通園バスの乗降時など、などなどのこう使用がこう定められているんですね。こう使用が定められており、感謝のハザードは規定されていませんこれ硬いこと言うとね、挨拶をするためのハザードの使用、これ規定されていないということで、まあそれで捕まった人は、見たことないし多分ないでしょう。あなた挨拶するためにハザード焚きましたね。ハザードの使い方と違います、逮捕です。これは多分ないと思うんですけど、確かにさ、警察の人に道譲ってもさ、ハザードされることはないもんな。どうなの、見たことないけど、まあないと思うんですよ、トラックとかから始まったのかな、あれはよくわかんないですけど、トラックの人とかは多いですよね。まあでもこのハザードを焚くということ自体は感謝の気持ちってことは分かるんで、別にそんなね違反という風にされることはないと思うんですけど、このハザードってボタンじゃないですか、ポチッと押したら消えないじゃないですか、あれ押したら。それによってですね、その後またウインカーを焚いてこう、抜くタイミングやったらウインカー焚いて車線戻ってきたりとか、その後曲がることがあったりとかして、ウインカーつけてもあれ出ないんですよね、ウインカーが。ハザードが出てるんで、もしくはね完全にハザードを焚くことに集中して、ウインカーすること自体をそもそも忘れてしまうという、忙しいじゃないですか、車とか乗ってたりとかして、ハザード俺言わないとみたいなんでハザードつけたりとか、車線変更したりとか、ウインカー出したりとか、いろいろ忙しくなって、実際必要であるこのウインカーの合図がね遅れたり忘れたりすると、これは合図振り子違反に問われるということで。なるほどね。はい、これをね、注意しましょうという一つ目でございますね。感謝は会釈や左手で、これは見えるならですけどね、ウインカー操作を最優先にしましょうということでね。確かにバイクの場合は、体が出てるからね、手上げたら分かるからな。結構バイクの場合はないんですけど、ないね。なんかやっぱ譲ってもらったからちょっとハザード出さないとと思ってあわあわすることがねあると思うんですけど、車乗ってる方はねあると思うんですけど、やっぱりそういう違反っていうこともあるかもしれないからウインカー優先をしましょうということでございますね。はい、続いて2つ目、信号待ちの追い抜きと停止線の罠、こちらでございます。
これはねよくある、すり抜けみたいなやつですね。バイクでいう場合は、渋滞で車の左側をすり抜けて先頭に出るシーン、これは我々しないんですけど、個人的にはグレーという認識を、しております。これ車の左を抜けるのは、追い抜きで、実質このスペースがあれば、セーフっていうか、セーフと一応なるんですけど、並んでる車の前に割り込むみたいなことすると割り込み違反になる可能性があったりとかで、これはね捕まってる人を実際見たこともあるんですけど、一番怖いのは原付とかでバーって抜けていってそのまま停止線突き抜けて止まるタイプですよね。停止線越え、これ先頭に出ようとしてタイヤが少しでも線を越えた状態で信号が赤ならそれはもう信号無視になってしまうということでよく捕まるパターンですね。でもめちゃくちゃよくあるパターンやな。だいたい止まらんから線ですり抜けするタイプですり抜けしていってそのまま線の前に出てるのシーンをよく見る。都会ではあるあるですよね。これは完全にもう信号無視になるんで、違反ですね。これは知ってる方も多いんじゃないですかね。続いて3つ目、排気量で変わる通行禁止とイエローカット。これも我々の動画でも何回かあったかと思うんですけど、これアンダーパスとかバイパスの入り口にある125cc 以下ダメとか、あるね。そう原付ダメとかなんかそういう看板にねあるじゃないですか。これを見逃すと入ったらあかんとこ入ってる状態になって違反ですね。これはね免許取ってるんだったらみんな知ってると思いますね。ただ問題は突然出てくるから難しいっていうことですよね。速道にね出る大体あるんで速道を回れるとこ見てないと入ったらダメなとこ入っちゃうっていうパターンですよね。見逃してしまったらもうアウトですよっていう感じですね。そうトンネルとかもねそういうパターンありますんで。あるある。で次がこのイエローカットの罠で、これもね有名な左折車を避けるために黄色い線を踏んで右から抜ける行為、これは最近取り上げた4月から法規制が変わったっていう回でも言っておりました。自転車を避けるためにイエローカットしたらもうそれはそれで違反みたいな、そういうねイエローカットって言われる黄色い線をね真ん中にあるこれを踏んでね越えたらもうアウトというこれ有名な違反ですよね。停車してるやつとかはね、しょうがないんでいいですけどね。続いて4つ目、ヘルメットの顎紐、こちらでございます。顎紐？これもね、常識やろと思う内容なんですけど、もちろん常識やと思ってるんですけど、でもたまに見るなんか原付乗ってるおっちゃんとかでハンヘル乗っけてるだけみたいな。顎紐を締めない人？熱くて顎紐を外して走行、もしくは忘れて走行とか、首にかけてるやつとか、ヘルメットがそもそも顎紐を締めてないと法的にはヘルメットをしていると見なされない、つまりノーヘル扱いになってしまいます。フルフェイスでも顎紐してなかったら明らかにヘルメットかぶってるような見た目やけど顎紐してないともうノーヘルです。でもさちょっとさ思うのはさ、ハンヘルでさ顎紐締めてない人ってさ、あれバイクに乗ってて風でぶっ飛んでいかんのかな。でも結構飛んで飛んでいかんのじゃん乗せて。すごいよなあんなバランスよく乗るもんな。そんなガバガバじゃないやろ。でも風で飛ぶほどの重さでもないんで、そんな速度が出るバイクはねそもそもハンヘルしちゃダメなんでね、あれハンヘルも決まってるんで小さいバイクしかね使えないとかね決まってるんで、排気量がね決まってたりとかするんで、偶然飛んでないんでしょうAGV はねガチャガチャってやるタイプなんでめっちゃ楽なんですけど、通してパッチンみたいなさ、めんどくさいと思う人いるじゃないですか。やれてなかったりとかしたらね、ほんでちょっとそこまでとかいう感じで、いつもの買い物とかねちょっとフラッとそこまでみたいなぐらいのテンションでいくと顎紐締めないというパターンの人もいるかもしれないですねそんな人おんの？ノーヘルですねこれはね。なんかさ靴紐ほどけてても気にせんタイプいやそれはまた違うよだってバタバタならへん。バタバタもならへんじゃん。中にそもそも顎紐をつけた状態でかぶんねん。もはや展開してない。その顎紐をパッチンした状態で頭の中にもうそのまま乗せるみたいな。変な人であとはラスト、5個目なんですけど、ナンバー角度と積みすぎの盲点。こちらカスタムしたバイクやキャンプ道具満載のバイクなどそういうねちょっとね状況のバイクになるんですけど、これ新基準があります。新基準といえば2021年以降なんですけど、ナンバーの角度は数値で厳格化されました。
また確かになったな。そうそうそう、また透明カバーは全面禁止ですということで、カバーもねつけるとね透明じゃないやつはもちろんなんですけどつけれなくなったということもありまして、その角度のね数値にこう合ってないと、もちろん違反、大型やったら車検が通らなかったりとかいうパターン、なんか SNS 見たことあるけど1000ダボやったっけな、6ダボやったっけな、裏ペタでいけるやつおるらしいですね、通るらしいですね、その基準にどういうこと？だから基準にいけんねん、たまにおるんですよそういうバイク、角度がいい感じのやつ、あ、お尻がちょっと多分お尻がめっちゃ上がってんじゃないかな、上がってるタイプのバイク。めっちゃ上がってるっていうか、多分お尻の面が後ろにナンバーちゃんと見える向きの箇所があるんやろどっかに、これで車検通りますみたいな、なんか見たことあんねん。ナンバー規制されたけど、うん、まだおるよな、裏ペタの人。おるっすね、完全に違反なパターンもあるし、いけてるパターンもあるかもしれないですね、もしかしたら。その基準数値内に収まってれば OK っていう、一応基準なんでね、基準に合ってれば OK なんで、裏ペタそもそも禁止ですみたいな話じゃないかもしれないですね。あとはマフラーとかにもあるように、その年代によってさ、この時に発売されたやつはいけるとかいうパターンもあったりするやん。あ、確かにね。このバイクめっちゃうるさいなみたいなパターンあっても、これは古いバイクやから OK ですとかね、そういう法律の数値っていうのはいろいろ細かいんでね、ややこしいんで、そういうところはね気をつけて見てないと実は違反だったりするパターンがあるということでございますね。であとは積載のはみ出しなんですけど、荷台から後ろに30センチ、左右に15センチを超えたらアウトということで、これ左右15センチがねちょっといってまうかもしれないですね。結構左右15センチ、結構ちょいなんで15センチってマジで、キャンプのパッキングなどが終わったらこれ一度メジャーで測ってみてくださいと、その一手間でこの違反じゃなくなるっていうねがあるんで、なんかめちゃくちゃ荷物積んだなと思ったらちょっとはみ出てないかなって一回気にしてもらって、後ろにこれって、積載用のバッグ売ってるじゃないですか。置いてますね。なんか横につけれるやつとかさ、あれは大丈夫なの？バイク用のやつは大丈夫。パニアケースみたいなやつ。そう大丈夫やろあれは、左右に15センチやろ。なんかむっちゃでかい人おるけど。いやだから海外のやつあったりするやん、外車とか。なんかちょっとさ、外車の、結構でっかいバイク乗ってる人がつけてるやつ結構でかくてさ、俺大丈夫なんかなって思うやつあるけど。あと株とかによく見るホームセンターのボックス、あれをちょっとネジ穴開けて固定してるパターンのやつね、あれはちょっとでっかいのもつけれちゃったりするんでアウトのパターンがありますね。じゃあたまにさ、アメリカにランドセルつけてる人おるけど、あれ大丈夫？ランドセルが15センチを超えてなければ大丈夫ですじゃあもう使い古してぺっちゃんこになったランドセルをぜひつけましょうってことやな。ランドセルが15センチ超えてなければ、ただそのランドセルパンパンに入れたら15センチ超えるようなものではダメだってことですね。これちょっとあれやな、キャンプ行く人は一手間やけどほんまに測るべきですね。そうやね。そもそも運転するのも危ないしね、違反とか関係なく、やっぱり重くもなるし、なんかいつもと違う幅になるからぶつかる可能性も出てくるしみたいな。確かに車幅を気をつけないと危ないな、という感じで合コンネットで上げてみましたけれども、今回ね、やっぱりマナーやと思ってたら違反やったかもしれないとかね、結構ね、常識的な内容やったりとかして、初心者向けになったかもしれないんですけれども、いやー実は分かってなかったみたいなねこともあるかもしれないのでまとめてみましたということでね、これでもし捕まった時には、言い訳が通用しないという内容になっておりますので、皆さんもね気をつけていただければと、思います。皆さんもね、もしねこれってどうなのみたいな疑問があったりとか、自分こういうねちょっと特殊なパターンというか、こういうまさかこれでみたいなパターンで捕まっちゃったとかいう方がいましたら、ぜひコメントで教えていただければ幸いでございます。ということで、本日の動画が参考になったと思う方は高評価、ハイプもよろしくお願いします。お願いします。以上、ランページモンキーでした。バイバーイ。チャンネル登録してね、高評価もしてね、チャンネル登録してね、高評価もしてね。チャンネル登録してね、高評価もしてね、チャンネル登録してね、高評価もしてね。